こんにちは。藤原でございます。今日はこういった機会を与えていただきましてありがとうございます。私どもの研究室は植物栄養肥料学研究室という研究室でございまして、どういった研究をしているかと申しますと、植物が育ちましてですね、私たちに食料を供給するためには植物は根から、栄養を吸う必要がございます。で、この栄養を吸う仕組みを理解してですね、その仕組みの効率化しようとかですね、あるいは今日のこのセシウムのお話はですね、残念ながら、人の活動によって、もしくは天然の、分布によって人間の健康にあまり好ましくないものが土壌に含まれている場合もございまして、でそういったものの場合にはですね、それがどのようにして吸われるかというようなことを理解すると、あるいはそれが制御されているかということを理解すると、なるべくその毒、人間にとって好ましくないものを吸わないような作物を作ることができるだろうと、こういう研究をしておりまして、一部ではございますけれども、肥料をですね、少し少なくても育つ植物を作ってみるとかですね、あるいはカドミウムをあまり蓄積しない稲を作るというようなことをしてきております。で、このセシウムのお話はですね、この写真は、3年前の、川俣町の山木屋地区という、ところのちょうど5月の水田の様子で、その年は、作付けが禁止されていたわけでございます。で、この事故が起こりまして、私どもの研究室といいましょうか、関係者はですね、このセシウムというものがやはり稲に吸われるであろうと、作物に吸われるであろうと、でそのことについてまずは調査をした方がいいであろうということとですね、それからその吸うという、セシウムがですね、どのように植物に吸われ、それがどのように植物の間で違いがあるかということをもしうまく分かることができると、ひょっとするとうまくやるとですね、セシウムをあまり吸わない稲というものを作ることができるのではないかというのが当初の、こういった、研究といいましょうか、調査を進める、動機でございました。で、この私どもの、活動はですね、多くの方々に支えられておりまして、まず最初にこの謝辞のお話をさせていただきたいと思うのでございます。で、事故の起こりました年にはですね、本当に多くの方々が、呼びかけてくださいまして、さまざまな稲を提供してくださいましたし、実際の水田での作業をですね、手伝っていただきました。で、その後ですね、そこに加わってくださった方々が、これ抜けている方もひょっとしたらいるかもしれないですけども、方々のお名前です。で、その後ですね、2012年、13年となるに従いましてですね、主にこの研究を進めてきておりますのは、私どもの研究室の博士研究員の大森さんという方と田中さんというこの2人がですね、中心になって調査を続けてきています。そのことをまず申し上げたいと思います。それからこの調査はですね、最初の年は一部農林水産省から調査をしてほしいということで、多少の援助をいただいておりました。その後は三井環境基金という、ところからですね、これは神戸大学の三村先生が中心になって、申請されたものの一部で援助をいただいております。それから、あとは恩田先生が立てられた進学物領域研究の中に関本先生、宇都宮大学の関本先生が加わっておられまして、そこから多少の旅費をいただいたりもしておりますと。そのことは感謝させていただきますし、またこの測定はですね、筑波大学の古川さんですとか、神戸大学の三村さん、それからあと最近は田野井さん、小林さんに非常にお世話になっております。で、これまで何をしてきたかというお話を少しさせていただきます。最初の、これ3年間なんでございますが、2011年最初の年はですね、3カ所の農家の方に、補助を提供していただきましてですね、一つには品種によってどういう生育というか、セシウムの吸収のですね、違いがあるかということを調べようと思って、試験をしておりました。で、この発表会のシリーズで私確か3回目に一度報告をさせていただいたことがあるんだと思うんですが、その時にはこの1年目の試験の結果をお話ししたと思います。で、今日もそのお話も少し重なってしまいますけれども、お話をした上で、最近どうなっているかというお話をしようと思います。で、ですから最初の年、それから2年目と品種監査ということを基本的に、調べたわけでございます。でそれに伴ってですね、この肥料の効果という試験もしておりました。
でこの赤で囲ったことと青で囲ったことは、論文として今発表しておりまして、その内容は論文をご覧いただけると分かるようにはなっておりますが、今日簡単にどういったことが分かっているかということをお話をさせていただこうと思います。それでですね、その後、この肥料の効果というのは別の圃場でも試しております。でそれから稲の品種監査というものが3年目にどのようになったかということを今日お話ししようと思っております。これは最初の年に田植えをしに行った時の、皆さんの写真です。こういった方々は皆さん自主的に協力していただいて、本当になんていうか熱意を感じたことを今でも思い出します。で実際に水田にこの田植えをいたしましてですね、夏になりますと、さまざまな稲をいろんな方々からいただきまして植えたもんですから、生育のパターンもバラバラなこんなような感じになりまして、で秋を迎えまして収穫をいたしましてですね、で収穫した藁ですとか玄米を乾燥して測定を順次するというようなことをいたしました。これ収穫の時の写真でございますね。でですね、最初の年のデータいくつかを示していきますけれども、これは3回目の発表会でも示したものと同じですけれども、福島市のお借りした圃場で、多くの品種を栽培いたしまして、それで玄米を集めまして、でそのセシウム137濃度を測定してみたものでございます。で一見すると大きな品種の間に差がございます。でですね、その後、例えば今のはセシウム137でございましたが、このサンプルの中のセシウム133、これは放射性でない、もともと土にあったセシウムでございますが、それとの濃度比較をすると、結構ばらついていたりして、こんなもんなのか、それとも土壌の分布が違っているからこのようになるのかというようなことも、思ったりはしておりました。で、最初の年の玄米ではですね、セシウム134というものと137、これ両方とも放射性のセシウムでございますが、それの間の相関というのは、ある程度あるんですけれども、あまり私が想像したよりも強くないというようなことでもございました。そうだったんですが、やはり、そうですね、それからコールドのセシウム、玄米のセシウム133と137の相関もそれほど大きくは強くはないと。しかしばらつきは見られるのでばらつきというか品種による差は見られるというような結果だったのでございます。でですね、これはまた別の藁と玄米の相関でございますが、藁と玄米の間でも相関はあまりなく、これは植物の体内でですね、セシウムがどのように分布するかという違いを反映しているのだと思われます。なんですか、そういった、品種によるですね、分布の違いですとか、玄米の集積の違いがどうもあるらしいということは、最初の年に分かってきておりました。これはまた別の本宮市の、水田でですね、栽培させていただいた多くのサンプルについて、この場合には133のセシウムを測定したものですが、それでもやっぱりテシウムの低いものと高いものが結構な差があるというようなことが見出されてきておりました。で、このサンプルについてはですね、他のミネラルについての測定もしておりまして、でこの表、字が小さくて申し訳ないんでございますが、この上側に挙げてある10種類の品種、これはセシウム濃度が比較的低かったもの、下側に挙げてあるこの品種はセシウム濃度が高かったもので、このそれぞれのカラムは異なる元素がそれぞれの品種でどういう濃度であったかを示しております。で見ていただくとですね、とてもこれぐらいの時間では読みにくいと思うんですが、よく言われるこのカリウムの濃度というものとセシウムの濃度の間にあまり相関は見られませんでしたが、ルビジウムという、同族元素の間には相関が見られるというようなことが分かっておりました。でこういったですね、違いを観察して、その一部はですね、2012年にも再現が見られるところがございまして、でそういった成果をですね、この論文に昨年まとめましてですね、多くの方々のご協力を得てまとめて今年出版されるということになりました。でですね、もう一つ私どもが行ってきましたのが肥料試験というものでございます。植物の吸収というものは、肥料を与えるというのは栄養を与えるという効果があるのでございますけれども、その肥料を与えることによって、その肥料成分とは異なる
物質の吸収も影響を受けるというようなことがございます。でセシウムは、もうよくお聞きになられるかもしれませんけれども、お聞きになられているかもしれませんけれども、カリウムの同族元素でございますので、カリウムの影響があるんじゃないかということでですね、これは福島県の川俣町で、恩田先生がある調査をされていたその水田でですね、肥料を変えて、稲をですね、栽培いたしまして、その栽培した稲のサンプルのセシウム濃度を測定してみるということを行ったものでございます。で、このグラフはちょっと複雑ですが、どのように見るかといいますとですね、これが8月、2011年に栽培したあと8月に藁を収穫したもの、こちらは10月に収穫したものでございます。で、処理はですね、どうしているかというと、このノーマルと書いてあるのが普通に肥料を与えているもの。で、その横にマイナス K プラス 2N と書いてあるのは、これはカリを与えずに窒素を2倍与えたもの。マイナス K と書いてあるのは、この普通の条件からカリだけを与えなかったもの。ノーと書いてあるのは肥料を与えてないものです。でそうするとですね、この傾向としては、これも測定しているものは多少違うんですけれども、通常条件に比べて窒素を与えると、セシウムの葉の濃度が高くなると。カリを抜いても多少高くなるかな、傾向が少しあるかなという、こういう結果が得られておりました。で玄米を測定しても、傾向は比較的似ておりまして、普通の条件に比べてカリを抜いたり窒素を与えすぎると濃度が高まると。それは、非放射性のセシウムについても、放射性のセシウムについても傾向が似ているということでございました。でこの試験については2012年についても同じような測定をしておりまして、2012年も同じ水田で試験をいたしますとですね、傾向はほぼ同じ、多少違いが見られなくなったりしているところもあるのではございますけれども、傾向はほぼ同じで、窒素肥料を多く与えると吸収が増える。カリを抜くと吸収が増える。蓄積量が増えるという傾向が見られるということが分かっておりました。でそれは玄米でも差がなくなっているところもありますが、傾向としてはそういった傾向があるように思われます。でこちらの方もですね、関係した方々と共に論文をまとめることができております。ところがですね、その後、これここに川俣の水田ではと書いておりますが、川俣の、水田ではないところ、別の水田でやるとちょっと結果が違っているという話をこの後させていただこうと思います。でこの前の発表会ではですね、ほぼここまでの結果、一部の再現実験はなかったんですけれども、状況というか、大体分かっていたことはこういったことで、品種を選んで再試験をいたします。これは2012年のお話、一部お話をさせていただきました。で、品種監査がどのように起こるかというようなことを調べていこうというような話をしておりました。で、低吸収品種を選抜したいというようなお話をしておりました。でですね、その後なんですが、これが今日の本論かもしれませんが、どういったことが分かってきたかというお話を少しいたします。で、肥料の効果と品種監査のこの両方、それから系統を選ぶということについていくつかの試験を続けてきております。でこの肥料の方はですね、川俣の水田を使うことが難しくなったこともございまして、福島市の圃場でも似たようなことが起こるかということを調べてみたのでございます。で結論を申しますと、この福島市の水田での結果は、これは2010年と2013年、こちらのデータは最近出たものなんですが、必ずしも川俣での結果を反映しているようには見えません。これはですね、ちょっと並びが揃っていなくて見にくいかもしれませんが、この無と書いてあるのが肥料を与えていないもの、C というのがコントロールですが、普通の条件です。で先ほどの試験と同じようにマイナス K、カリを、これ普通の条件からカリだけを与えないもの、普通の条件からカリを与えず、さらに窒素を与えたものという処理をしております。で川俣町の水田ではですね、この窒素を与えると濃度が高まるという傾向があったのですが、この福島市の水田で同じ試験をしたはずなのですが、処理は同じようにしているんですが、この、濃度は逆転しております。でこれが2012年、こちらは2013年でございまして、2013年になると今度はですね、もともとこの測定値は非常に低いんですが、今度はやっぱり窒素を与えると濃度が高まる傾向は見えるんですが、だんだんばらつきも大きくなってくる
こういうことでございます。ですから、この肥料の試験のことは、土壌によって異なるのかもしれません。ある程度サイトスペシフィックな結果を今までのその川俣では見ていたということであろうと思います。いずれにしてもしかし玄米のですね玄米に吸収されるセシウムがどんどん下がっていっているというのは好ましいことかなと思います。で、品種監査の方なんですが、こちら一番最初2011年の結果の一部をお見せしました。でその後2012年2013年はですね規模をかなり縮小いたしまして、いくつか選びました品種について福島市の水田で、その品種の差というものが再現して見られるかどうかということを調べてきております。で、このグラフはですね、その2011年、12年、13年、それぞれで、ここにローマ字で見にくいかもしれないんですが、挙げた品種について栽培を、ほぼ同じようにしてやったつもりでございまして、で、その後の玄米の吸収量を測定しております。で、そうするとですね、系統によっては再現があまりされていないものもございますが、この辺りの低い系統はどの年も低いように見えますし、この辺りの高い、比較的セシウムの蓄積量が高いものについては、どの年でもある程度高いように思われます。ですから、少なくともいくつかの品種に関してはですね、こういった品種監査というものは、圃場での試験を続けて、再現性が見られるらしいということが分かってきているということでございます。一方、藁の方はですね、それほどの明確な違いが見えるようには感じておりませんで、これは先ほどのグラフと同じで2011年、12年、13年について先ほどの品種と同じ品種についての、これ収穫時の藁のデータですが、確かに高いものは高いかなと思わせますが、低いものは低いのかなと思わせますが、その、全体的なばらつきは比較的大きいように思われます。ですから、この玄米でのセシウムの蓄積っていうものは、おそらく再現性ある違いというものが見えてきているなと、圃場で栽培したですね、水田で栽培したものについてということが分かってきていると思います。で、今のこの稲のこの現状、福島の現状はですね、最初の年は、いろんな測定値も不足しておりまして、不安感もかなり強くあったと思います。で、私どももそういった感覚は非常に強くございましたが、伺うところによると昨年度の福島県で生産されたお米については全体検査、すべての袋についての測定が行われて、一部は今の厳しい基準の100ベクレルパーキログラムを上回る測定値がごくわずかに出たということは聞いておりますが、そのほとんどはある特定の水田から生産されたものだということも聞いておりますし、私どものこの測定値を実際に見ると、基準値を最初の年から下回っておりますし、先ほど申し上げた高い品種というものでも基準値を下回っておりますし、これは玄米の値ですので、これは白米にするとますます下がるということから、お米についてはですね、当初懸念したような、セシウムを稲が吸ってしまって、そのことが健康被害を及ぼすというような懸念はほぼないという感じが私は個人的には思っております。で、そういう意味から申し上げますとですね、このセシウムをあまり吸わない、稲を作るということ自体は、今の福島県でしょうか、今回のこの事故の対処としてはあまり大きな意味はもうなくなってきているのかなという気は率直にはしておるのでございますけれども、この調査の中でですね、セシウムの少ない変異株というのを見つけることができてきてもおります。で、せっかくこのチャンスといいましょうか、この機会にこういったものが見つかってきたわけでもございますのでですね、どうしてこのセシウムは少なくなるのか、そういったことをこれから調べたいというふうには思っているのでございます。そのお話を少しいたします。ちょっとなんかスライドがずれてしまっておりますが、ですね、このさまざまな、品種を測定する、栽培して測定すると同時にですね、私どもの研究室では稲の変異系統といいまして、普通の稲にわざわざ、変異原処理ということをしてですね、性質の少し変わったものを選ぶというようなことをしてきておりまして、その中で、セシウムの濃度が低いかもしれないっていう系統をいくつか持っておりました。でそれも同時に栽培をしていたんですが、その中でですね、
この2つの系統、ここではライン A、ライン B と書いておりますが、でこれはもともと対中65号という、今ほとんど食用にはされない、実験、に主には用いられる稲、由来の変異株なんですが、そういったものの中にですね、玄米のセシウムの蓄積量が少ないものが見出されてきております。でこういったものはですね、実はこの系統は、事故の前、私どもの研究室で、田無の補助でですね、栽培させていただいたサンプルなどもありまして、でこれについてコールドのセシウムを測定してみますとですね、実はもともとの、野生型といいますか、もともとの稲の品種に比べると、前からというか、事故の前から低い傾向がございますし、2012年で福島で栽培した測定値でも低い傾向がございますし、これを去年ですね、田無でやった場合の、多少ばらつきがまた出ますけれども、低い傾向が認められるということで、これもですね、これは変異系統というものの中で、セシウムが玄米に蓄積しにくい系統が見つかってきたということになります。でこれはですね、ところがですね、実際にすぐに応用するというわけにはまいりません。その理由の一つはですね、この元の、これがその植物の姿なんですが、これが元々の品種でございます。でこれが選んだ品種なんですが、まず元々の品種があまり食べられるお米ではございませんので、これをそのまま福島に植えるというわけにはいきません。さらにこの、選んだ品種っていうのはですね、背が低くて収量が、この元の品種より少し劣ります。で劣りますとですね、いくらセシウムが低くても当然農業には向きませんので、これだけこのものをすぐに使うということにはなかなかいかないんですが、しかしこの植物、もともとの植物に比べてどうしてですね、ちゃんと実るこの稲の種子ですね、の中でセシウム濃度が低いのかということを調べる価値はあろうかなと思っております。で、これがもう一つのライン B というもので、こちらも残念ながら生育はちょっと落ちる。しかし収穫ができないわけではなくて、実験はきちんとできますので、この原因になる遺伝子を見つけようということですね、去年もすでにこの2つの系統についての交配というものをいたしまして、その原因になっている遺伝子を今調べようとしているというところでございます。で、これで今日のお示すデータは以上なんでございますが、お話ししてまいりましたことはですね、これまで品種監査の試験を3年間にわたって続けさせていただいてですね、最初の部分については、前回3回目だったと思いますが、に報告させていただいたものなんですが、今回ご報告させていただいていることはですね、その一部の系統については、少なくとも圃場で3年間、栽培をして、玄米の差というものは認められるということが1点でございます。でもう一つはその試験に伴って、玄米にセシウムが蓄積しにくい変異系統というのを見出してきているということでございます。で、このことはですね、先ほども少し申し上げましたけれども、今のその福島の農業にすぐに役立つということにはもうなっていないんだとは思うんですけれども、私どもの研究室ではこういった材料がございますと、この、どうやってこれがですね、濃度を下げているかということを少しは理解する、手段といいましょうか、方法論を持っておりますので、そういった技術を使ってですね、この稲の中でどうやってセシウムが蓄積しているのかということについて少しでも知見を得るというようなことをしていくとですね、カリウムを与えたときにどうしてセシウムが、カリウムの濃度によってどうしてセシウムが影響を受けるのかとか、そういったようなこともわかるかなと思っているところでございます。で最後にこの、お話、私は実際の作業多少はもちろんしているのでございますが、ほとんどはここに書かれた方々、特にこの大森さんと田中さんの努力でございますし、この昨年度のサンプルはみんな田上さんと小林さんに測定していただきました。ということを最後に申し上げて、私のお話は終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。